皆様、本日はですね、こちらの新じゃがなんですけれども、じゃがいも、こちらを使って簡単な、おやつみたいなね。俺が作るデザートね。しゅんちゃんはちょっとおしゃれな洋風だったけど、ちょっと俺はもう素朴な和を作ろうと思って、芋餅作っていきたいと思います。で、今回はこちらの新じゃが使ってるんですけれども、この前ね、買ってたやつが余ってて、時間が経って新じゃがだったんで、普通にね、買ったばっかりの新じゃがとかだったら、たわしとかで結構金だわしなんか金属のスポンジみたいなのあるじゃないですか。ああいうので結構ゴシゴシやったら皮はすぐ剥がれるんですけども、今回ちょっと1週間ぐらい時間がかかってたので、そしたらちょっと皮がね、厚みを増してたんで、今回普通にピーラーでやったんだけど、買ったばかりの新じゃがとかだったら結構簡単に皮は剥けます。で、あと普通のじゃがいもでも大丈夫。そちらをとりあえず皮を剥いて用意してください。で、今回はもう電子レンジでお手軽調理にしようと思ってて、こんな感じで綺麗に皮を剥いたじゃがいもを適当な大きさにカットしてタッパーに入れていきます。で電子レンジを使わずに鍋でやる方法もあるんですけれども、その場合は普通に同じようにこうやってカットして、そしたらじゃがいもにかぶるぐらいのお水を入れて茹でてあげてください。ただ電子レンジの方がね楽ちんだよっていう。で、今回主な材料としてはもうじゃがいもと片栗粉さえあればできます。味付けとかをするんだったらね、他の調味料はいると思うけど、普通にじゃがいもと片栗粉だけで芋餅はできるので、今回は中にチーズをたっぷり入れようかなと思っております。そうやって考えたらもうじゃがいもと片栗粉とチーズだけでできますね。で、作っちゃえばこちらの冷凍も効くので、買いすぎちゃったじゃがいもを消費するのにも最適なレシピだと思います。たまにスーパーとかでね置いてるよね、芋餅。美味しいよね、素朴で。はい、じゃがいもこんな感じ。ちょっと重なってないかどうかだけ確認してね。はい、そしたらこちらに軽くラップをして、で今ね水にずっとさらしてたから特に水分は足してないんだけど、気になる方はここにちょっとお玉大さじ1杯分ぐらいお水は足してくれても大丈夫なんだけど、この状態でとりあえず600ワットで7分ほどチンしようかなと思います。で竹串とかでじゃがいもにスッ串が入って中まで火が入れば大丈夫なので、そこら辺は微調整お願いします。はい、ちょっとねじゃがいもにね火を通していきます。では電子レンジで合計10分やりましたね。そしたらきちんとね火が入って、幼稚とかもスッと中に入るぐらいまで火が入ったので、そしたら熱いうちにマッシャーとかで潰してあげてください。でマッシャーがない場合はお玉とかの裏側使ったりとか綿棒とかでもいいんですけども、そういうので潰してあげてください。でしっかりめにねがっつり潰すんですけど、で今回はじゃがいもの量が約 800g でしたね。それくらいの量でおいおいの片栗粉とかもねちょっと計算してみてください。で今回は普通に片栗使うんですけれども、もしもっともちもちにしたいのであれば白玉粉とか使ってあげたらもっともちもちになりますね。皆さんお好みで。とりあえず熱いうちにマッシャーでしっかりと潰します。で基本的にはここで片栗粉を入れて仕上げなんだけど、ここでもうちょっとねよりクリーミーにしたい場合は牛乳とかをちょっと足してあげるとちょっと滑らかな舌触りに、ね、なると思うので、あってもなくてもいいです。で今回はちょっとだけ牛乳入れてみますね。じゃまず片栗粉、今回 800g に対して山盛りの大さじ4杯ぐらい入れていきます。結構しっかりめに入れます。で牛乳大さじ2杯大さじ2杯ほど入れます。これで改めてよく混ぜ合わせておきます。ただもう正直この後もねマッシャーで潰してもいいんだけど、僕結局成形する時に手でやろうと思ってるから、もう今ねじゃがいもの温度も下がってるんで、もしゴム手袋とかビニール手袋があるんだったらもう手で潰しても大丈夫。熱々の時はね無理だからねみんな。で逆にこうやって手で潰してるとね、まだここちょっと芋潰れてなかったなみたいなところも分かると思うので、そしたらそれは改めて潰してあげて手で。
ではもう結構ね滑らかな感じで全部混ざって、ちょっとね片栗粉と牛乳入れた後はもうちょっと白っぽくなりますね、いい感じに。はい。でそしたらチーズを入れていくんだけど、普通にね芋餅作る場合はこれ一回取り出してラップとかに包んでちょっと長く、僕がよくさタンの処理するみたいな感じのさ細長い感じにして、それを等分に切っていってそのまま焼くみたいな感じだったら綺麗な形大きさになると思うんだけど、今回チーズとかも巻くんでそういうのちょっとめんどくさいなと思って適当にやっていきます。もうこんな感じで取ったら中にチーズを詰め込んで、でじゃがいもでくるんでいきます。でちょっと平べったく小判型じゃないけど、大判焼きとかにねあるようなチーズが漏れないようにだけ注意して、こんな感じでいいねおやき、こんな感じのどんどん作っていきます。はい、一応もう一個ね、もう普通におにぎり作る時と同じ感じだね。ちょっと広げて中にチーズをたっぷり入れて、あとはもう漏れないように挟んであげれば、でこれの形を整えるだけと。ちょっと割れるのを防ぎたいんで、ちょっとねハンバーグみたいにちょっとだけ空気抜いてあげた方が割れづらくなると思います。はい、こんな感じ。じゃあどんどん作っていきます。ではこんな感じでできました。8等分したはずなので7個になりました。サイズ調整してるとちょっとずつ吸収されてきましたね。はい。じゃあもうこんな感じで形整えたら、もう基本的には火は通ってるものなので、あとはいい焼き色がつけて中のチーズが溶けたらいいなって感じですね。じゃあ熱したフライパンに普通のサラダ油でもいいですし、僕は今回ねバターを使おうと思います。チーズとかがあるからね、相性を考えてバター 20g2 かけですねをくっつかないようによく広げて、そしたらもう入れていきます。芋餅、無理せず5個にしとこう。でこちらに両面にいい焼き色がつけば大丈夫です。で焼ききれなかったりとか量作りすぎちゃったのは冷凍保存しておけば持つと思うので全然大丈夫です。はい、じゃあちょっと強火でやってるんで一回中火ぐらいに落として一回ひっくり返してみます。最高ですね。場所によってね火の加減が違うと思うので、ちょっとちょくちょく場所を移してあげつつ、はい、最高ですね。最高ですね。で見た感じこっち側がちょっと火が強そうだったから、だったらもうフライパン変えればいいし、はい、こんな感じでムラなくいい焼き色をつけていってあげてください。で焼き色をつけるのは強火でいいんだけど、中のチーズをしっかりとろけさせたいってことを考えたらちょっと弱めの中火ぐらいでしっかり中まで火を通すとチーズもいい感じに溶けると思います。で今回、塩を入れてないんだけど、チーズが結構お塩を含んでるから大丈夫なんだけど、チーズなしのやつにする場合はお塩を3振り4振りぐらいは入れてあげた方がいいと思います。完璧な色だね。じゃあこんな感じでもう完全に焼き色がついたので、あとはもう弱火でちょっとじっくりね中に火を通してチーズを溶かしていく感じの作業ですね。はい、で今回ねチーズが入ってるんでもうこのままを味わおうかなと思ってるんだけど、軽くねみたらしだれ的なのを作っても美味しいと思います。醤油とみりんとお砂糖。じゃあこんな感じでちょっとね溢れてチーズも溢れ始めたので、こちらで今回の芋餅チーズ入り芋餅完成。じゃあ実際食べていきたいと思います。
では早速熱いうちにいただきましょう。いただきます。サムネイルの関係で上に乗っかってるから食べていい？取って取って。まあお好みでお塩とかあとケチャップとかでもね、熱いね。見て。先いただきます。どうぞ。俺もじゃあこいつもらおうかな。熱っ。どう？うまい。どうぞ。ありがとう。うまっ。ちょっと俺も。熱い。めっちゃうまい。オッケー、いただきます。もっちもちだけど、もうチーズが。あ、これ超うまいわ、こうちゃん。うまっ。これ最強のおやつだね。芋の素朴な甘さと中のチーズ。ケチャップもつけてみていい？絶対あると思う。絶対だね。もうわかる。あ、塩だけでもうまい。ケチャップだわ。じゃあちょっとケチャップで。いや、うまっ。無理だよ、無理だよ。チーズハットクみたいなのがしたね。うまい。ただみんな最高のやつだね。焼きたては本当に気をつけてね。中のチーズめっちゃ熱いから。お箸でやった方がいいけど、手の方が美味しそうに見えるかなと思って手にしたけど。ということで本日はですね、材料ね、主に3つですね、3つで混ぜて焼くだけで作れる芋餅をこうちゃんに作っていただいたんですけども、いや本当に美味しい。めっちゃ、特にチーズいっぱい入れ、こうちゃんがねチーズめっちゃ入れてくれてるから、そこのところ食べたらもう温絶だよ。本当にすげえうまかった。はい、ということで皆さん作る際はチーズたっぷりのが絶対うまいです。でそのチーズたっぷりのところはもっと何もつけなくてもチーズのもう塩っ気だけでめちゃくちゃ食べられるし、でじゃがいもの感じも味わえるんで、個人的にはそっちの方がいいかなと思いました。ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、最後にご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またね、バイバイ。